はい、皆さん、こんにちは。ペタリンガムファクトリーです。今回はですね、タミヤ12分の1、ロータス78制作、制作の方が2回目になりますけれども、フロントノーズ、それから、サイドウィングのですね、パーツ周りの方の制作をしていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい。ではですね、こちら、フロントノーズのパーツになります。こちらが上の面。こちらが、下の面ですね。はい。で、上の面に関しましては、このですね、上面の方に、少しですね、こう、カーブを描きながら、こう、下っているような感じになっているのを、ちょっとまっすぐになるようにちょっと修正していこうかと思います。それから、下の方はですね、このサイドの、ここの部分に、三角形の穴が開いています。で、この穴がですね、ちょっと省略されています。なので、これをちょっと上げていくという作業をしていきます。はい。はい。ではですね、フロントノーズの、加工をやっていこうと思うんですが、まずこの上面のところですね、ちょっと見ていただくとわかりますかね。このフロントノーズの先端に向かって上面がですね、なだらかなカーブを描きながら先端に行っているという状況になっています。で、これがですね、個人的に、タミヤのロータス78の中でちょっと一番、いけてないなと。思うところなんですね。で、ちょっとなんかわかるかなインストの写真なんか見てもわかりますかねこう、ボディからフロントノーズの先端に、このオイルクーラーの脇あたりで少しこうカーブを描きながら、だんだんそのカーブがこう下に落ちていって、フロントノーズの先端に至るというような造形をしています。ところがですね、ちょっとこうインストは、実際のプラモデルのこの完成品の写真なので、こういう風になるっていうことなんですけれども、箱絵の写真とかちょっと見ていただきたいんですが、写真じゃないですね、箱絵のイラストですね。このフロントノーズが非常にそのシャープに一直線を描きながら、ストンってこう落ちるような感じになっている。が、これは私の個人的なそのロータス78の印象でもあり、これが、このビシッとこう一直線になっているところが、この非常にロータス78かっこいいところだと思うので、ここは非常にですね、印象を変えてしまう、全体の印象を変えてしまう非常に大事な部分だと思いますので、ここは非常にマストで直していくというふうに思っています。で、同じようなことをですね、考えられている方がいらっしゃいまして、これちょっと私、雑誌の記事をちょっとスクラップしているんですけど、モデルアートのですね、2023年の7月から9月号にかけてですね、プロモデラーのケンイチさんという方がいらっしゃいまして、この方がロータス78を作られています。同じ12分の1のですね、ロータス78を作られているんですが、やはりですね、ちょっと、ケンイチさんも同じような、視点でもって、修正作業をされているんですけれども、それがこんな、ちょっと、ここにこんな、作業の作例の写真があるんですけれども、ケンイチさんの場合は、フロントノーズの下がり方が少しちょっとなだらかすぎるというか、もっと少しこう、ストンと落ちるような形で、フロントノーズが、落ちているということで、この先端の方にですね、この肉を盛るような形で、修正をされています。で、この完成した写真が、こちらにあります。どうだはい。これ見ていただきたいんですけれども、すごい一直線でビシッとなってませんかこれすごいかっこいいですよ。はい。ケンイチさんのこのロータス78は私2023年のホビーフォーラムでですね、私の出ているブースの2つ隣にですね、この完成品がちょっと、展示されているんですけど、これが本当にこういう方です、本当に。なので私もこれを目指してやっていこうと思います。はい。で、そのフロントノーズの、この加工の方なんですけれども、先ほどお見せしたケンイチさんの作例の方ではですね、このフロントノーズ、オイルクーラーの両脇から出ているこの細いこのストライプのようにですね、一段こう上がっているところがありますね。で、そこに、細いこのプラ板をですね、帯状に切って、この、下がっているこのフロントオイルクーラーのこう両脇のあたりから少しこのプラ板を継ぎ足して、なおかつこの両脇の部分もですね、こうパテを持って同じように少し盛り上げていって、なだらかなところを修正しつつ、ストンとこうフロントノーズの先端に向かって落としていくということをやっています。ただ、ちょっとですね、私の技量ですと、この同じ工作をですね、違和感でなくやるのは、非常にちょっと難しいかなと
思いましたので、ちょっと別のアプローチを使いたいと思います。それはですね、この写真見ていただきたいんですけれども、オイルクーラーのところにですね、ちょっと切り込みを入れまして、このちょっと下がり始めているところを、少し上に反らして、そのカーブをまっすぐになるようにちょっと修正していこうかなというふうに思います。で、そうすると、フロントノーズのこの先端の部分にですね、当然その、仮面のパーツと、つなぎ合わせるところとかにこう隙間ができてしまいます。なので、そこはちょっと、その隙間はプラバンでちょっと埋めていこうというふうに思います。それからですね、ちょっとこれよく見ていただきたいんですが、こうよく見るとですね、この左右がですね、均等に出ていないんですね。少しちょっとこう曲がったような感じ。どちらかというとこちらよりも、こちらの方の幅がですね、若干なんですけど、広いんですね。このフロントのオイルクーラーのこの脇からそのボディのこのそのボディで、フロントノーズのこのあれですね、この外部のこの線に至るところが、少し、カーブの仕方も違いますし、この幅もちょっと左右均等ではないので、これはちょっと完璧に修正するのは難しいんですけど、少しちょっと違和感のないように形をちょっと整えていきたいと思います。はい。はい、フロントノーズですね、完成しましたので、こちらになります。はい、先ほど言った通りですね、この上面のところ、このフロントノーズのこのオイルクーラーのところにですね、ちょっと切り込みを入れて、ここのオイルクーラーの脇のところの、上面を少しこう持ち上げるような形で、曲げています。で、結果的にこの、フロントノーズのラインが、センターに向かって若干、もう少し、下がり気味なところを少しまっすぐになるように修正しました。で、その分ですね、このフロントノーズのこの部分に隙間が空いてしまいます。で、この部分は、0.3 ミリのプラバンを入れてですね、その隙間を埋めて修正しています。それから、この、あれですね、両脇にあるこの三角形の穴、オイルクーラーのですね、熱気が、空気が入ってきて、そのオイルクーラーを冷却した熱気をですね、こういう両脇から抜くような形の、三角形の穴、こちらを開けています。それからですね、この、フロントノーズとモノコックを固定する、ファスナーが2箇所ここについていたんですけれども、これは後ほどですね、エッチングパーツに変えちゃいますので、最後にこれは、貼り付けるということで、この部分の、このファスナーのモールドは削り取ってしまいました。それから、この両脇ですね、のちょっとこう幅が合っていない部分は少し違和感がなくなるように修正しています。それからちょっと先ほど言い忘れてしまったんですけれども、このフロントノーズのですね、この先端の部分なんですが、少しこうすぼまるような造形になっています。キットだと少し若干まっすぐな感じ、少しこう、裾はすぼまってるんですけど、そのすぼまり方が、少しちょっと足りなかったので、すぼまりが少し大きくなるように、こう両脇の角をこう削り落として、少しすぼまりが大きくなるように修正しました。はい。あとですね、もう一つですね、このオイルクーラーの、ところの、この穴の、この肉厚がちょっと厚かったので、少し、ヤスリをかけて少し薄く削り込んでいます。こんなところですかね。はい、フロントノーズ、2台分作りました。はい。はい。では次にですね、サイドウィングですね。サイドウィングの上面のパーツ、こちらになります。こちらが上面のパーツになるんですけれども、こちらが、その下につく、ちょっと箱状の部品になっているんですけれども、これがサイドウィングの、後ろの端っこ、こちらにですね、サイドウィングの、側面のプレートのパーツがあるんですけれども、この部分につきます。で、この形状がですね、タミヤのキットは、1977年シーズンの割と前半の、仕様を再現したものになっています。で、ここが、今上面が平面になっているんですけども、これがですね、第4戦の USGP ウエストのレースから、ここがですね、このサイドプレートのこの部分の曲線に沿った形に曲がった、側面に変更されています。ですので、これをちょっとですね、このプレートをちょっとこう曲げた上で、なおかつ、ここのですね、部分ですね、を、その側面に沿った形にちょっとこう、削ってあげて、作るという加工が必要になりますので、これをやっていきたいと思います。
はい。で、出来上がったパーツがですね、こちらになります。見えますかね。はい。こちらの横から見ると分かりやすいと思うんですけど、平面になっていたこの板を、少しこう、反るような形で、曲げています。で、この下の部分ですね。この下の部分のパーツも、もともとはここのところが直線になっていたところを、この曲面を受けられるように、真ん中を少しこう削って、弓状にですね、こうなるようにこう削りまして、で、この、プレートのカーブにフィットするようにしています。で、それからですね、上面ですね、ちょっと実は、タミヤの元々のパーツって、この四角形のパーツで、ちょっとこう、くぼんだ、こっちのこの三角形が、くぼんだような状態になっているんですけれども、実際にその、レースに使用された、仕様ではですね、この段差が消えていますので、ここはプラ板で埋めて、ペーパーで鳴らしています。で、このプレートを曲げるときのちょっと注意点としましては、こういう、私はちょっとこのスプレー缶とか、こういうペンとかをちょっと使ったんですけれども、こういうところにですね、ちょっとこう、押し付けていきながら、ゆっくり力を入れずに、ゆっくりゆっくり曲げていくっていうのがポイントです。いきなりこういう、こう曲線のこうきついもので、力を入れてギュッと曲げようとしてしまうと、これが綺麗に曲がらずにですね、下手するとこう折れたような感じになってしまったりなんかしますので、こう、曲面の緩いものから、始めて、しかも均等に力がかかるように、ゆっくりゆっくり力をかけていって、曲げていくという、ところが、コツかなと思います。はい。なので、ちょっとこれはもう焦らずゆっくり、力を均等にかけていくということを心がけてやっていくといいかなと思います。はい。ということで、これ、2つ、2台分ですね。はい。完成しています。はい。ではですね、次になりますけれども、このサイドウィングのプレートですね、を、こうしていこうと思うんですけれども、大前提としてですね、キットの指示ですと、このプレートは、モノコックの、これ仮組みしたモノコックなんですけれども、ここに2箇所、ダボがありまして、この裏側に、プレートの裏側に、このガイドがあります。で、このガイドとこのダボを合わせて、固定して、接着するというのがキットの指示になっています。で、ところがですね、やはりこの12分の1というスケールなので、これはですね、着脱できるようにしたいというふうに思っています。なので、この着脱する方法をどうやって実現しようかということをちょっと考えていきたいと思います。はい。では、この次にですね、このサイドプレートのパーツがどうやって実写でモノコックに固定されているかということをちょっとお話ししたいんですけれども、ちょっとわかりますかね、この辺ちょっとパーツ、モールドがあるんですけれども、ここですね、ここに1箇所、それからこのほぼ真下に1箇所、ここに2箇所ですね。で、それから、ここですね、ここに1箇所あります。で、それから、ここは少しちょっと真下ではなくて少し前進した位置。ここにもう1箇所。で、それから、ここですね。これはほぼ真下にもう1箇所。合計6箇所のボルトでもって、モノコック側に固定されるような仕組みになっています。で、じゃあそのボルトの受けはというと、このモノコックのパーツでいうと、この後ろ側ですね。後ろ側は、この、後ろからちょっと見た方がわかりやすいと思うんですけど、この飛び出てる、この、背後のこのパーツがこう、ちょっと飛び出てる、この飛び出たところに1箇所。それから、その真下ですね、ちょうどこのモノコックのですね、ウィングがちょっとここのところでちょっと厚くなってるんですけど、ここでもう1箇所。合計2箇所ですね。で、真ん中は、このモノコックがちょっとこう斜めにこう切りかかれてる部分ですね、の、このちょうど上がった頂点のところに1箇所。で、それから少しちょっと下がった、多分この辺になると思うんですけど、にもう1箇所。で、前の2箇所はですね、このモノコック側ではなくて、このラジエーターのダクトですね。ダクトがあって、まあ、これ実際には、こういう形で、車にくっつくわけなんですけれども、このダクトのですね、外側にこう、ちょっとボルトの受けが飛び出すような形で、2箇所、ついて合計6箇所で、固定するような形になっています。で、実際にじゃあこれを、今回その模型で再現するときにどうしましょうということなんですが、一応このモードに沿って、
そのボルトじゃないですけども、ちょっとダボのような形で、ちょっと飛び出した部分を作って、それで受けを作るっていうのは、その形はちょっと作りたいとは思っているんですけど、じゃあ実際にその固定するその力というのは、どうしてもちょっとこの、ダボの長さが、ちょっと制限されてしまうという、ちょっと、都合もあってですね、あまりちょっと、そのダボ自体に、この固定する力というのはちょっとあまり期待できないかなと思いますので、このモノコックの本体側にネオジム磁石を入れた形で、こちら側には当然内側の、ネオジム磁石が入るんですけれども、でやっていこうというふうに思います。で、じゃあ、そのネオジム磁石をどこに入れましょうということなんですが、これちょっと仮組みしたパーツにちょうどラジエーターの配管も入れています。で、当然その、磁力がちょうど届くような場所にネオジム磁石入れる必要がありますので、ちょうどこのラジエーターの配管の隙間をちょっとうまく利用して、この辺ですね、この辺に、1個、このラジエーターのこの配管の間を通す、1箇所。それから、真ん中はですね、なるべくちょっとこう前の、に近いところ。多分この辺ですね。この辺にもやっぱり同じく、ラジエーターのこの2本の配管の、隙間を縫うように1箇所。それから前の方はですね、ちょっと、このラジエーターの中にちょっと、穴を開けて、1箇所、こうちょっと縦にちょっとネオジム磁石入れようかなというふうに思っています。はい。ではですね、モノコックの中にですね、このネオジム磁石のパーツ入れました。見えますかね？こことここに、丸いネオジム磁石2個入っています。で、このネオジム磁石を接着する場所なんですけれども、適当でいいというわけではなくてですね、先ほど見せた通り、この外側から見たときに、このネオジム磁石の中心がちょうど、ラジエーターの2本の配管のちょうど真ん中に来るように、間に来るように調整しないといけません。なので、あらかじめこの辺のですね、高さをあらかじめ測った上で、きちんとポジションを合わせて、ネオジム磁石を接着してやるという必要があります。ではですね、もう一回ちょっとこれを仮組み、戻して、うまく実際にこのネオジム磁石がこの間に、2本のラジエーターの配管の間に入ってくれるのかどうかっていうのをちょっと確認してみたいと思います。はい。ではですね、ここにネオジム磁石入れましたので、実際にこれが本当のネオジム磁石が本当にこの、2本の、ラジエーターの配管の間をうまく通っているのかっていうのをちょっと確認していきたいと思います。はい。ネオジム磁石をちょっと取ります。これですね、ちょっと細長い、これ、おそらく、6ミリくらいかなちょっと、10ミリですね。ここは高さっていうか、多分縦の長さが10ミリ。横がおよそ多分3ミリぐらいだと思うんですね。の縦長のネオジム磁石です。これをちょっと横に、しながら、この間にうまく入るかどうかをちょっと確認したいんですが、入りましたね。はい。これうまく、ちょうど真ん中にうまく入ってくれました。はい。ではちょっと前の方もちょっともう一個確認していきたいと思います。これですね。はい。この細長い、ネオジム磁石入れていきます。はい。うまく入ってくれました。これもですね、うまくこの2本の、配管の間に収まってくれたので、この2箇所で、なかなか結構強力ですけれども、ることができました。で、ラジエーターなんですけども、ラジエーターの加工はちょっと少し後回しにしたいと思っていますね。ちょっと今回はここはちょっと省略します。後でですね、この中にラジエーターをちょっとラジエーターの中に、ネオジム磁石を入れ込んだ上で、改めてちょっとやり直したいとは思いますけれども、うまく、この2箇所に関してはうまく入ってくれましたので、これをですね、うまくこの、これですね、サイドプレートの裏側に固定した上で、これをこうつけるとうまくついてくれるということはちょっと、できるのかなというふうに思います。はい。はい。ではですね、モノコックのパーツにこのカウルをちょっと乗せてみましたので、このサイドプレート、裏側にですね、今セロファンテープで仮止めですけれども、ネオジム磁石入れています。なのでちょっとこれで合わせてみたいと思います。この位置を合わせて、はい。こんな感じですね。はい。うまくつきました。はい。磁力の具合もなんかちょうどいいですね。強すぎず、弱すぎず。はい。フロント側ちょっとですね、この、ラジエーターの
側のネオジム磁石ついてないんで、ちょっと浮いてますけれども、プラスチックが反ってる分でちょっと浮いちゃってますけれども、でも、結構いい感じでつきましたね。はい。なので、うまく、成功ということで、このやり方でですね、左右両側2台分ちょっとやっていこうと思います。はい。はい、外して、もう一回付け直します。はい。いい感じになったと思います。はい。でですね、あとはですね、先ほども言った通り、このモノコック側のですね、ボルトの受けですね、をちょっと作らないといけないんですが、それはですね、ちょっとモノコックの組み立ての時に、一緒にやっていこうと思いますんで、ちょっと今回はですね、ボルトの受けはちょっと作らずに、とりあえずネオジム磁石で、このサイドプレートがついたと、いうところまで、できましたので、今回はちょっとここまでにしたいというふうに思います。はい。ということでですね、ロータス78、フロントノーズの方ですね。それから、サイドウィズなど、今回作っていきました。で、ちょっとこの後なんですけれども、実は、この制作まだ始まったばかりなんですが、ちょっとしばらくお休みをさせていただこうと思います。なぜかと言いますと、来たるですね、11月9日になるんですけれども、横浜の大桟橋で、ホビーフォーラムというイベントが開催されます。で私とこちらの方にですね、出店をするんですけれども、本当でしたら、まあ、このロータス78をですね、完成させて持っていければ、一番良かったんでしょうけれども、まあ、それがちょっと、まあ、とても間に合いそうにはないので、ちょっと他の作品をですね、ちょっと作っていこうかなというふうに思います。で、まあ、そちらの制作の方もですね、こちらのチャンネルの方にちょっと上げていきたいとは思うんですけれども、まあ、そういうことでちょっとそれが終わり次第ですね、またこのロータス78の方はちょっと再開するということで、ちょっとしばらくお休みをしようというふうに思います。で、次回からはその、新しくですね、ホビーフォーラムに設置する作品の方の、制作をちょっとやっていこうと思いますので、そちらの方もちょっとご覧いただければというふうに思います。ということで、今回はですね、この動画はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお目にかかりたいと思います。ありがとうございました。さようなら。